こんにちは、旅ちゃんぽんです。年末の羽田空港からトルコイスタンブールへ向かいます。出国手続きを済ませてフードコートでたこ焼きを買いました。見た目通りのシンプルで王道のたこ焼きでした。空港ってなぜかこういうの食べたくなりますよね。飛行機に乗りました。時間通りに乗れたんですけども、1時間ほど待ってからの出発になりました。離陸してすぐ機内食が運ばれてきました。和食でした。白身魚の煮付けと梅味のお蕎麦がついてきました。日本人好みの醤油だれの甘辛い白身魚でご飯とあってとても美味しかったです。ちょうどいいサイズのミネラルウォーターを途中で支給されました。紙コップじゃなくてペットボトルなのが嬉しいですね。2回目に出てきた機内食は洋食オムレツとポテトが乗ったメニューですね。オムレツの中にはポテトとひき肉っぽい何かが入ってました。羽田空港から出発して13時間50分、もうすぐ到着します。13時間50分の間、何度もフライトマップを見返して過ごしていました。背中がバキバキに痛いです。イスタンブール空港に到着しました。1時間遅れの到着です。羽田空港からの出発が1時間遅れた影響が出ているんだと思います。ここイスタンブールを経由して次の目的地に出発する予定でしたが、乗る予定だった飛行機はすでに出発してしまいました。航空会社に次の便に乗れるように振り替え手続きをしてもらって、時間が空いたので一旦トルコに入国することにしました。飛行機の遅延などで乗り継ぎができなかった場合は、大体の場合は無料で次の便に乗ることができます。ターキッシュエアラインズを利用していれば、トランジットの時間に無料の市内観光ツアーに申し込むことができるそうです。空港送迎と食事付きでツアー開始30分前まで受付してくれるそうです。ツアーは空港から各観光地までの往復の送迎と食事付き、ツアー専用のバスでの案内になります。ツアーはガイドさんが同行してくれますが、英語での案内になります。イスタンブールで国際線の乗り継ぎがあり、6時間から24時間の乗り継ぎ時間がある場合にツアーへの参加申し込みができるそうです。こういったトランジットの無料ツアーは他にもシンガポールやソウル、アムステルダムなどでも提供があるそうです。知らなかった。航空会社が休憩のためのホテルとそこまでの移動にバスを手配してくれました。空港から1時間弱、40分ほどで到着するそうです。向かっているホテルの周辺にはモスクがいくつかあるみたいなんですけども、この時は1月1日だったので観光客の受け入れはないかなと思い行きませんでした。ホテルに到着しました。到着したのは11時頃だったんですけども、夕方ぐらいまでゆっくりできるみたいです。ホテルの滞在時間は半日もありませんが、お部屋の様子を見てみたいと思います。落ち着いたトーンの清潔なお部屋です。窓も大きく開放感があります。天井が高くてベッドとベッドの間も広く快適です。電気ポットとミネラルウォーター、あとコーヒーと紅茶ですね、置いてありました。海外だと置いてないところも意外と多いので嬉しいですね。こちら洗面所ですね。トイレとシャワー、浴槽はありませんが広々と使えそうですね。シャワーは上に固定されているタイプとハンディタイプの2種類を使い分けることができるのが嬉しいですね。水圧も水温も申し分なかったです。お昼はホテルで用意してくれたビュッフェをいただきました。このチキンソテーがとても美味しかったですね。あとコンソメのスープ、トルコっぽい料理ではなかったですが満足です。食事を終えて外に出てみました。見事に何もないですね。日本の湾岸沿いにありそうな風景です。観光地というよりは住宅街みたいです。歩いていると野生の猫ちゃんに絡まれます。
どの猫ちゃんもとってもフレンドリー。可愛いけれど触らないように注意です。しばらく歩くと大きめのスーパーマーケットがあったので立ち寄ってみました。外国のスーパーマーケットってワクワクしますよね。果物のサイズ感が日本とちょっと違くて、種類もちょっと違くて面白いです。品揃えが豊富なこちらのスーパーですが、地元では高級店なのかな、ちょっと全体的に割高みたいです。野菜も大きくてなんか買いたくなりますけど、台所もないので、見るだけです。行ったのがお昼ぐらいだったせいか、あまりお客さんもいなくてのんびりした雰囲気でしたね。これだけ品数豊富なスーパーがあったら、キッチン付きの宿に泊まって自炊料理を楽しむのもいいかもしれません。お惣菜コーナーみたいな感じで量り売りのオリーブが売ってました。日本だと煮豆みたいに思いますけど、これオリーブですね。いろんな種類ありますね。チーズもすごく種類がたくさん豊富に並べられています。チーズも小さいサイズで売っているので、あれこれ種類を選んで買いやすそうです。ジャムや瓶詰めのコーナーも種類が豊富です。ピーナッツバターやチョコレートのスプレッドは種類が豊富です。ヌテラは日本でも有名ですが、その他にもいろんなメーカーのものが売られていました。瓶詰めのジャムも種類が豊富に売られています。ちょっと何か欲しい気持ちはあるものの、旅の序盤なのでなんか躊躇しちゃいます。多分詰め替え用の洗剤だと思うんですけども、大容量で大きいですね。いくらでも詰め替えられそうです。これは買って持って帰ったら一発で重量オーバーになりそうな大容量ですね。シートパックが種類豊富に売られています。多分韓国製なのかな。ハングル語で何か書いてあったの。日本と同じですね。韓国のコスメが人気なのかなと思います。お菓子コーナーに来ました。これまた種類が豊富にありますね。トルコのメーカーダマックのピスタチオのチョコレートを買いました。ミルクチョコレートの中にトルコ産のピスタチオがゴロゴロと入っていて、これがとても美味しいです。日本でも Amazon や楽天、プラザとかでも買えるみたいです。結構有名なチョコレートみたいですね。はい、スーパーで買い物を済ませてまた外に出てみました。まるで日本みたいなオフィスビル群が広がっています。この時は1月1日で、そのせいだと思うんですけども、人通りは全然ないです。多分普段はもうちょっと賑わってるんだと思います。ローカルのおしゃれなカフェに来ました。このカフェの隣にはスターバックスがあって賑わっていたんですけども、ローカル感があふれるこちらのカフェに来てみました。カラフルなケーキやマカロン、クロワッサンやドーナツ、スコーンが売られています。ちゃんとハラルに対応したスイーツも売られていました。食事をしたばっかりだったのでスイーツが食べられなかったのがちょっと悔やまれます。座席と座席の間がとても広々していて落ち着きます。天井も吹き抜けになっていてすごい開放感があります。注文していたコーヒーとオレンジジュースが来ました。ターキッシュデライト、トルコ語だとロクムって呼ばれるお菓子がついてきました。ターキッシュデライトは水と砂糖、コーンスターチを温めて練って固めたものです。世界で最古のお菓子の一つと言われているそうです。和菓子の牛皮みたいな食感で美味しかったです。日本でも買えるみたいですね。お店にも可愛い猫ちゃんがいました。尻尾を振ってすり寄ってきます。時間になったのでホテルに戻ってきました。荷物をまとめてイスタンブール空港に戻ります。はい、イスタンブール空港に戻ってきました。さっき出たばっかりですが、また、出国の手続きをして飛行機に乗る手続きをしていきたいと思います。
イスタンブール空港は世界最大級のハブ空港ですが、まだ建設途中みたいで、2030年完成予定だそうです。予定しているすべての建設が完了すると、年間2億人が利用できる世界最大の国際空港となる予定だそうです。2023年1月にはイスタンブール空港駅が開業していて、イスタンブールの中心部と、電車で結ばれているそうです。はい、出発までまだ時間があるので、プライオリティパスを利用してラウンジで時間を潰したいと思います。イスタンブール空港のラウンジは広いのですが、座席が埋まっていることが多くて、席取りにいつも苦労しています。しばらくするとまた機内食を食べることになるので、小さいケーキなどを食べて過ごしてました。もう外が暗くなってきました。まもなく出発の時間になるので、ゲートに向かっていきたいと思います。はい、飛行機に乗り込みました。今回は定刻通りに出発できたみたいです。イスタンブールから2時間10分ほどで到着予定です。機内食も美味しくいただきました。座席は3列のシートだったんですけども、横2人分空席だったので、広々と快適に2時間10分過ごすことができました。はい、到着しました。もうすっかり夜なので、今日はもうホテルに行って寝ることしかできないんですけども、無事入国できて一安心です。続く。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。